じゃあ今日の動画はなんかさ、今年はさちょっとこうハピカピタイムみたいなやつ作る。せーの、ハピカピタイム。どうも皆さんこんにちは、カピです。カピです。ダイナです。お父さんです。イエーイ。いや、いいんじゃない。いいんじゃないですか。なんで？いります？こんにちは。ダイナチャンネルのみたいな。ダイナチャンネルのそうね。ダイナです。そうだね。で、あくちゃんはガクですみたいな。どう？いらねえ。どうやってみて。却下です。お願い。ガクです。ガクです。ダイナチャンネル。今日は夫さんから皆さんにご報告がございます。ちょっとご報告のなんかさ、サムネ撮りたい。なんかちょっとこういう。やだ、だって別にそういうご報告じゃないもん。違う。サムネ。ここ見てね、ちゃんと。時間を順にお話しすると、まず、一番最初に更年期の治療を受けたのはいつですか？一昨年の6月から12月まで続けたんだ。それで一回一休みしました。理由は右手の指の不調、その右手の指が腫れて痛くてさ、ほんと触れられないぐらい痛かったっていうのがあって、それが自分のホルモンバランスと関係してるんじゃないかなってその時思って、やめましたと。でなぜそう思ったかっていうと、別にそのホルモンバランスが悪くて急に痛くなったというよりは、なんか靴履く時にグイって人差し指でグイって履いたらそこがこうひねって痛くなったんだけど、それが治んなくなっちゃった。ただ問題はその腱鞘炎みたいになるんだけど治んないっていうね、治らないということがなんかやっぱりそのホルモンのバランスと関係してんじゃないのかなと思った。先生の見解はどうだったんだっけ？先生の見解、内科の先生の見解はやっぱりそれはなんか症例とかになってないのかわかんないけど、あんまり詳しいことはわかんないけど、それがホルモンのバランスかどうかっていうのはわからない。で整形外科も2カ所ぐらい行って、あとリウマチとか怖いからそういうのがないかとかっていうのも検査してもらって大丈夫と。だからいわゆる腱鞘炎ですねと。腱鞘炎が治らない状況ですねと。で1年半経って右指は今ちょっと痛みはなくなったけどまだ腫れてますと。で最近はまた次は左手がなんか、そう左手の薬指が痛くなっちゃった。これもきっかけはゴルフの練習、握り方が良くなかったのかな、薬指が痛くなっちゃって。ダイナチャンネルでその後どうなんですか？その後はそうだね。それがバネ指かどうかは先生に見てもらわないと分かんないんだけど、ただこれが更年期と関係してるかしてないかでいうと、まだ俺の中ではなんか更年期と関係してるとは思ってる。なんでいつもそう思ってんの？なんであくちゃんはそういう風にいつもホルモンなんじゃないかと思ってるの？可愛い妻を今年は目標にしてますんで、なぜと言われると難しいんだけど、このなんか毎朝手がむくんでる感じとか、その腱鞘炎になったけど治らない感じとかって今までに感じたことがないの。こういうことって、こういう経験が今までになくて、更年期とかホルモンのバランスによって引き起こされてるんじゃないかっていうこと以外になんか腹落ち感がない。今まで若い時はそういったこと今まで若い時はそういうことになったことないけど、年を重ねて53歳になった今、そういった加齢が関係してるんじゃないかと。じゃなくて、その加齢した体にホルモンを打ったからそうなっちゃったみたいな。きっかけは正直わからない。で結局1年ホルモン治療するのをやめて、で先生もすごい気を使ってくれてて、ホルモン治療することが結果的にそういうのを引き起こしてる可能性があるんだったらやっぱり治療をやめた方がいいし、
様子を見ましょうとは先生は言ってくれてたけど、まあ自分としては1年間様子見たから、様子見て結局なんか状況が変わるかっていうと変わんなくて、引き続きこう手のむくみとかでね、結局左手の薬指の腱鞘炎もまた起こっちゃったから、まあきっかけはなんであれ今の状況って変わんないんだろうなって。年末になんかゴルフに行った時にすごいなんか疲れを感じたんだよね。その翌日に更年期治療の先生、内科の先生に相談に行って、ちょっとまたそのホルモン治療を再開したいと思いました。なので手の腱鞘炎の話とは一旦そこで切り離してあるんですよ、僕の中では。この前ほらダイナチャンネルに出てくれたさ、ひろきさんとさ、3人でいつも行ってるけどさ、いつもだったらなんかこう和気あいあいとさ進んでいくのにさ、ゴルフ始まって前半の半分か後半ぐらいになってからさ、急にさこういう感じになって笑顔もない、一人でどんどんやっていく、あんまりうまくいかないでちょっと疲れてるみたいな。でひろきさんと2人でなんか機嫌悪いのかなみたいな。であの時すごい気遣ったの、私とひろきさんでアクションを、気遣ったんだけど全然改善されないから、なんかしたかなみたいな雰囲気になって、そのゴルフは1日終わったのよ。ホルモンの治療をして1週間ぐらいしてからか分かんないけどさ、行ったじゃない年内、でその時はさあんまり疲れないって言ってたんだよね、アクション。そうだね。でその後年明けにまたひろきさんと18ラウンド行った時は、なんかすごく自然だったというか、で実際どうだったの、疲れは。疲れはね、多分ねそこまでひどくなかったね。別にその注射してもらったから元気になったとかっては思わないんですけど、比較してみると疲れてないというか、疲れなくなってるっていう。日常はこう変わんないんだけど、疲れるを感じるってちょっとこうグーッと落ちるじゃないですか、それがあんまりないって感じ。それはさ、いわゆるさ、よく CM でやってるさ、持続力がアップしたってことなんじゃないの？どうなんだろうね。一応誤解をしてほしくないな。こうなるわけじゃないですよ。もちろん注射をしてこうなるわけじゃなくて、持続力。ただこうだけどこうならない、こうならない。そうだよ。なんかこうゆっくりな感じがするのかな。ダイナチャンネルで、これは何ですか？これは年末の25日に採血してホルモン治療できるかどうか。いや、病院名とかも出てくるでしょ。大丈夫。モザイクかけるから。やだ。で、有利テストステロンの数値っていうのを、男性のホルモンバランスの場合はチェックするんですけど、基準値っていうのが年代によってあって、今50代なんで、50代の幅でいうと一番こう下のラインにいますと。一昨年測った時も同じで、その時は今よりももうちょっと悪かったんだけど 6.9 っていう数値で、この間測ったものでいうと 7.6 だから、その時よりは改善してて、ただその 7.6 でも基準値のその幅でいうと結構下の方。一般的には 8.5 がいい、8.5 以下だと治療した方がいいっていう値になるらしいので、前よりは改善してるとはいえ、あんまり高くないから、もう一度治療を再開し始めました。更年期とか、ホルモン治療とか、夫婦の間柄とか、多分いろいろあるとは思うんですけど、でも明らかに年齢を重ねて体力とか、あと記憶とか、なんか体の一部が当然変化してってることっていうのはもう絶対にあって、それが何に起因してるか別として、なのでそれを一種の老化というのかもしれないけど、40代よりも50代の方がそれを感じるし、多分60代になったらもっと感じるって多分先輩の人たちはもう思ってるのかもしれないんだけど、あとはどうそれに向き合って付き合っていくのかなという気はする。で、自分ではねやっぱり変わってないつもりでも、周りの人はそう思ってないかもしれないし、ダイナもそうだし、ひょっとすると会社の仲間とか他の人たちも何か気づく部分っていうのはあるのかもしれないんだけど、そうですね、50代はいい大事な節目みたいなところもあると思うので、
そんな自分に向き合っていこうかなと今年もと思ってます。1月ですしね、これから残り11ヶ月今年もありますんで、はい。まあちょっと引き続きホルモン治療なんかもしながら体の状態、自分の体だしね、自分の体なんでちょっと見つめながらどうしていくかっていうのを、はい、考えていきたいなと思います。はい、じゃあ締めます？はい。今日の動画に最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。動画を気に入っていただけたらグッドボタンお願いします。コメントいただけたら嬉しいです。なんだっけ、久々だなこれ。チャンネル登録をしてくれたらもっと嬉しいです。X やスレッズや、TikTok や Instagram もしてますので、そちらの方もフォローしてくれると嬉しいです。夫さんのインスタグラムもあります、実は。確かに細々。はい。今日も動画にお付き合いいただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。はい、ありがとうございました。うまく喋れました？どうだろうね。まあね、ネタがネタだけにどうかな。サムネどういうサムネがいい？なんか更年期治療を再開しましたね。検査してきましたみたいな。